どうもこんにちは。これね、トランスミッションめちゃくちゃちっちゃいやつなんですよ。今回はね、こいつの紹介をしていきます。D1RC っていうですね、中国のメーカーから出ている低重心ギアボックスですね。OBL ホビーさんで取り扱いがあります。D1RC はね、こういうホイールとかね、ディフェンダーこれとかね、結構ハイエンド寄りのパーツ製品を出しているメーカーで、今回のねこのトランスミッションもですね、なかなか高い質感で、リリースしてきております。組み立て式ですね。完成品じゃないんですね。ただしこれパーツ品数すごく少なくてですね、組み立ては楽ちんです。楽ちんというかね、簡単ですね。ネジ関係もねこれしかないんで、これならね苦手な方も、できるってちょっと思いません？で、このねこれ 1.9 インチのホイールなんですけれども、このハウジング比較するとこの大きさですよ。これちっちゃいでしょ。これね2ドットロー TGH のね2ドットロータイプのトランスミッションなんですけど、この紫のはこれと比べてもこの大きさの差ですよ。もう2分の1ぐらいですよね。ちっちゃいんでね軽いです。つまりそういう低重心って言いますけれども、要は軽いので結果的に低重心に貢献するよっていうタイプですね。このトランスミッション自体が低重心にももちろんなってはいるんですけれども、やっぱりね軽いは正義なんで、 LCG とかの場合ね、 LCG じゃなくてもね軽い方がねラジコンの場合ねほんとよく走るんでねいいと思います。でギアはねこの3つですね。 QT のピニオンギアと 8T24T のカウンターギアと 27T の普通のギア。これ3ギアっていうのかな、3ギアとは言わないのかな、2ギアかな。ピニオンって3ギアの一つに入らないですよね。でカウンターギア、これミニ四駆とかであるやつね、ギアのここにもう一個ちっちゃいギアがついてるやつね。これがね、ポイントですよね。でこういうね、透明の窓なんかもついていてね、ちょっとねいい感じ、おしゃれな感じですよね。もうおしゃれってはないか、かっこいい構造がねわかるんでねかっこいいです。で、こういうトランスミッション、ちっちゃいトランスミッションって、実はねアメリカのそういう LCG 系のパーツメーカーとかがね結構出ていますよね。デュラックスファブとかから出ているですねポータルトランスミッションというのがあるんですけれども、ハウジングの形状とか含めてね、クリソツですねこれで。ただそっちのデュラックスファブの方はですねポータルトランスミッションというぐらいで、トランスミッション単体ではねギア比が高いんで、ポータルアクセルを使ってくださいって言ってるんですね。ポータルアクセル内にもギアがあるんで、そこで減速するんで、速度がね最適化されるんですが、この D1RC の方は特にそのポータルで使ってくれっていうことは書いてないんで、ちょっとその辺のギア比がね気になるところです。ただ結論から言うとね、これ、最後の方にね回転させてる動画出しますけれども、非常にね低速で運行することできます。できました。マシンにはつけてないんですけどもね、モーターつけてね回転させたらねすごい低速でね回るんで、これはなかなかいいと思います。そうこれね、2ドットローと比べれば分かるんですけど、スパーギアがないんですよ。スパーギアあるとやっぱりどうしてもね重く大きくなりますけれども、スパーギアがないっていうですねところがやっぱこの手のね、低重心ギアボックス、小型のねトランスミッションの特徴じゃないでしょうか。でスキットプレートのね穴位置なんですけれども、これ SCX102 とかエレメントエンデューロと同じ、穴位置になっています。3点固定にはなりますけれどもね。で今ちょっとこれね仮固定をしてみました。でこれちょっと参考にならないんですけど、重さでいうと 49g ですね、モーターなしで。でちなみにモーターがついている2ドットローは 195g でした。
ということでね、モーターをつけていくんですけれども、ここでねやっぱり悩みが2つあります。ブラシモーターを使うかアウトランナーを使うかですね。要はブラシモーターは重いですよね。これ550が今ついてます。リーディのねラドンのこれすごいいいブラシモーターなんですけれども、やっぱりねブラシはでかいし重いですよね。この低重心軽くてね、低重心なこのトランスミッションに重いブラシモーターつける意味があるのかっていうと、それはねシャーシの側の構造にもよるかな。フロント寄りのスキットで、モーターをねフロント側に配置するようなセッティングで組めば、前荷重に貢献するようなセッティングはあると思うんですけれども、悩みますよね。それもねあると思うんですよ。かなりね有効だと思います。この重いモーターをフロント側につけるっていうのはね。ただしこれね他のトランスミッションとかでもできちゃうので、やっぱりね軽さを追求するという意味でこのアウトランナー、しかもねスナブノーズのねこの短いやつね、薄いやつをつけます。でピニオンはね付属のものをこの QT のやつをつけるんですが、ピニオンがね、これしかないんですよね。これね多分32ピッチですかね。これでもなんか32ピッチよりなんかでかいような気がするんだけど、ちょっとわからないんですよね。だからこれピニオンね破損したりなくしたりするとちょっと困っちゃうなって感じなんですが、もうちょっとねピニオンのバリエーションがあるといいですよね。でさっきの小窓からはねこのバックラッシュ調整がこうやってできるようになっていて、これはかなり実用的でいいんじゃないでしょうか。蓋するとね回ってるところがねちょっとこうシルエットでね見えてですね、ちょっとかっこいいですしね。でこんな感じでね今ちょっと仮固定をして、装着しました。で使うね ESC はキャッスルクリエーションのねマンバマイクロ X ですね。どのぐらいの回転してくれるのかちょっと検証してみようと思います。ほほう、なるほど。今スロットルをですねいろいろ引いたり緩めたりしてるんですけれども、これ低速、これ多分ねギリギリの低速このぐらいですね。これはね、モーターとか ESC の設定とかその辺にもよるので、トランスミッションの特性とはだけではないっていうのは前提としてあるんですけれども、これだけゆっくり回ってくれれば全然 LCG でもいけますよね。もちろん早くも回る。早いのかなこれ。やっぱり全体的なギア引きと計算すれば分かると思うんですけれども、結構ゆっくり回るから、これ別にポータルと組み合わせなくてもいけちゃうんじゃねと僕は思いました。これはね今普通に握ってるとこですね。これで今ね超ゆっくりしてるぐらいですね。で止まっちゃうぐらいな感じで、このぐらいか。これで回るんだったら全然いけるっしょってことでね、これ今度ねやっぱ LCG に組んでみようかな。そんな感じでございます。